ご視聴いただきありがとうございます。金子時計店と KI ウォッチの金子です。先週東京にインタビュー動画を撮りに行ってきました。今週、来週、再来週と3週に分けてインタビューの動画をアップします。1週目と2週目はご質問に答えていただく形のインタビューで、3週目は一番ご質問が多かったその方が個人的にコレクションされているお気に入りの時計などを見せていただきましたので、それを3週目にアップします。一番質問が多かった内容は3週目に引っ張ります。主人と2泊3日で東京に行ってきたわけですが、飛行機に乗るまではすごくワクワクして楽しい気持ちしかなかったんですけど、飛行機を降りて京急線に座った時からドキドキしだして、なんで私あんなこと言ったんだろう、インタビューとかできるかもわからない、やったこともないのになんであんなこと言ったんよ、だいたいそもそもいつも通り一人で動画撮っときゃよかったんよとか、ものすごく頭の中でそういう声が聞こえてきて、それから翌日のインタビューの時間までずーっと緊張していて、その方と主人の前では平然なふりをしてましたけども、心臓が口から出てくるかなっていうぐらいドキドキしていました。で、そんな中で撮ってますので、ちょっと光の設定を間違ったようで、私の顔がものすごく白く浮かび上がってます。で、若い方はご存知ないと思うんですけど、美白の女王鈴木園子さんみたいな感じになってまして、でインタビューを受けてくださった方はお仕事の関係上お名前とかお顔、あとお勤めのブランド名も伏せてありますので、結局私の顔しか出てませんから、画面をなるべく小さくして、で音声が大事ですから、今回はポッドキャストとかラジオみたいな感覚で聞いていただけるといいかなと思います。ちなみにその方は会社を通して受けられたお仕事、例えば雑誌のインタビューを受けるとか、そういうお仕事でもお顔とかお名前は出されないので、多分お顔をご覧になる機会はたまたまそのブランドの時計を購入されて、で直接その時計のブランドのサービスセンターに行かれた時になるんじゃないかなと思います。それでは第1週目ご覧ください。どうぞ。皆さんこんにちは。今日は某スイス高級時計ブランドカスタマーサービスセンターの責任者でいらっしゃる R さんに来ていただきました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず一つ目の質問から行かせていただきます。メールでご質問いただきました全健さん、仕事の概要を知りたいです。出勤から退勤まで具体的に大体どのようなことをされているのか教えていただけますか？はい、基本的には一般のサラリーマンの方と一緒で、もう本当に普通に会社に行って、帰るっていうのが基本で、仕事の内容が時計の修理っていう特殊なこと以外は、基本的にあまり、変わりはないです。でその仕事の内容は、これもメーカーさんによって様々いろいろあるんですけど、基本的に僕の場合は、見積もり、修理、仕上げ直しっていうのを全部携わるような形で修理をさせてもらってます。じゃあ1本丸々最初から最後まで見られるっていう。そうですね。はい、そうですね。なるほど。で基本的に見積もりとかも修理ができる人が見た方が見積もりの内容もクリアになるし、逆にその見積もりができないと修理もできないっていうそういう感じにはなるんですよね。なるほど。そうすると見積もりっていうのは具体的に何か注意されていることとか、特別なこととかありますか？見積もりっていうのは基本的に全部機械を分解するわけではないので、実際に開けてみないと分解してみないとわからない部分があったりは、しちゃうんですね。そうですね。うちも結構。でそれでもやはり修理に関してはいろんな経験があるので、その経験に基づいて部分的にチェックすることとか、そういうことはできるんですけど、ただたまに一番多分分解しないで見積もるときに一番大変なのは、
まあ、ダイヤルの足が折れてるとかっていうことがあって、案外その分解してみないと本当に分かんないぐらいこう綺麗についてるものもあるんで、まあ実際そういうものがあった時には一度見積もりを出しても、まあ、もう一回再見積もりをさせてもらうっていうことはたまにありますね。そうですよね、まあ、そういうことがあるというふうに頭に入れていただけるとありがたいです。では修理とか仕上げに関しての大体の流れとか気をつけていらっしゃることとか終わりでしたら教えていただけますか？はい、基本的には見積もりを進行いただいた時計を、まあ、分解掃除するときには、まあ、この時にはもう機械を全部分解します。で全部分解して、まあ、専用の洗浄かごというのがあるので、まあ、例えば真鍮だったら真鍮の歯車同士、鉄だったら鉄同士って、まあ、洗う時にも硬いものと柔らかいものがぶつかって、まあ、刃先とかに傷がつかないようにするために、バラバラにして、専用の洗浄機に入れて洗います。で、まあ、その専用の洗浄機に、洗い終えた時は、まあ、今度は組み立てになるんですけど、まあ、これはやり方いろいろ人にあるんですけど、私は組み立ての後に、まあ、全部の歯車を、まあ、チェックして、でそこでダメなものがあれば交換する、大丈夫だったらそのまま組み立てていって、最終的に、油を注油して、まあ、ウィッチという測定器にかけて、まあ、その分解掃除をした時計が調子よく動いているかどうかっていうのを、確認します。でそこでまあ調子がよければ、まあ他に付随する機能をどんどんこう組み立てていって、でまあチェックしながら組んでチェックしながら組んでチェックしながら組んでっていうのを繰り返して、まあ最終的にダイヤルをつけて、ケースに入れます。でまたケースに入れた後もまたチェックをして、で最終的にケースに入れた状態で、まあ OK であれば、裏蓋を閉めて、防水検査をして、でそこで OK であれば、まあ、ワインダーというこうぐるぐる回るものに、まあ、姿勢差と、持続時間をチェックして、最終的にそれを1週間ぐらいチェックしたら、まあ、お客様のもとに返すという感じでやりますね。では仕上げに関してはいかがでしょうか？はい、仕上げに関しては、個人的にはあんまりお勧めはしてないです。でそのお勧めしない理由は、まあ、結局磨くって削るっていうことなので、だんだんケースが肉がやっぱり薄くなっていってしまって、で厳密には仕上げ直しって回数があると個人的には思ってて、でおそらく3回か4回が限度なんじゃないかと思ってます。結構短い、少ないです。はい。であとはまあ四角い時計とか、結構エッジが立ってる時計ってあるじゃないですか。でああいうのを磨くとやはり丸くなるんですね。そうすると実際にはこう傷があっても、エッジが立ってたりとか、四角い形を維持できてるものの方が、まあかっこいいんですよね、見た目は。でどうしても丸くなってしまうのがあまり好きではないというのがあって、まあおすすめしてない理由は大体その2点ですね。私も個人的に仕上げはあまり好きではありません。なのであとは例えば時計ってこう機械式時計って長く使えるとか、まあ孫の代までとかそういうのが結構あるんで、まあこうご自分で使われて、息子さんに譲るときに1回だけ磨くとか、まあそういう感じで仕上げ直しはすればいいんじゃないのかなと個人的には思ってます。極力最低限に磨かずに、そうですね。それが一番まあ長持ちさせる上でもいいのかなとは思っています。ぜひ参考にされてください。では次の質問に移ります。ツイッターからアルフ様のご質問です。どんな方に高級ブランドを使ってほしいですか？これ本当特にないんですよね。で基本的には皆さん好きな人がやっぱりはめるのが一番いいと思ってます。でこれたまに僕なんかも聞かれるんですけど、なんかこう結構あんまり高い時計だったりすると自分にはもったいないとか生意気だとか、似合わないとか、いろんなこと言う、いろんなことをおっしゃる方いるんですけど、別に僕そういうの気にしなくていいと思うんですよね。それつけることによってなんかその人がモチベーションが上がったり、まあ例えばじゃあ似合うように頑張ろうとか思ったりとか、そういうやっぱりこう前向きなものとして捉えると、僕個人的にはいいんじゃないかなと思うんですよね。であとはもう今世の中超ハイパー消費社会なので、まあいいものを本当に買って、
こう若いうちからずっと使い続けるっていうのも意外に楽しいんじゃないかなと僕は思うんですよね。僕もだから本当に若い頃に買って、ずっと今でも使い続けてるものを作っとけばよかったなって結構それはね後悔してます。そうですよね。そうなんかこう何かあった時にちょっとお金足りなくて売っちゃおうかなとか、なんかそう手放しちゃったりもしたんですけど、だけどなんかこう年取ってみると、リアルタイムで自分が買って、20年30年40年直しながら使い続けるものっていうのを1個作っとけばよかったかなとは思うので、長く所有する楽しみをそうだから逆にそんなね自分にはとかとは言わずに、ちょっと気に入ったのを頑張って買ってみるっていうのはいいかなと思います。ありがとうございます。ではアルフ様からあと一つご質問ありまして、ロレックスはどうして中古でもあんなに高くて人気だと思われますかということです。はい、なんでなんでしょうねこれはちょっと考えますけどね。ですね。まあでも基本的にはやっぱりこう商売がうまいっていうのは、まあ絶対的にあるとは思うんですけど、ただ結構そのまあ世の中の人のステータスみたいなもののそのシンボルとしてこう地位を確立しちゃってるっていうのも、まあ多分その人気がある秘訣だと思うんですね。でまあこれ本当か嘘か分かんないんですけど、僕なんか本当に僕が若い頃は一昔前は海外旅行行くならロレックスはめてけってみんな言ってて、なんでって聞くと、まあ財布をなくしても売れば帰ってこれるってみんな結構笑いながら言ってて、まあ真偽の定かわからないんですけどでもそのやっぱり人気の一つの中にもちろんそのまあブランディングとか知名度っていうのは必ずあって、でまあそういうものが上手っていうのもあるし、実際にその換金率が本当に高いっていうのもこれも多分事実ですし、まあでも基本的には実用時計としてももちろんしっかりできてるっていうのが、でもうそのまあよく動くよく時間が合う、まあ普段使いにすごくいいっていうものがベースにあって、まああとはそういうブランディングとか換金率っていうのがもちろんあって、やっぱり時計自体がちゃんとしてないと、そもそもそこまでは人気が出るとは思えないので、時計自体はもうそのものがいいと。まあ、そうですね。で時計のブランドもその作る方からすると、まあいろんなこうものがあるんですけど、やっぱり実用時計としては、まあムーブメントも大きくて肉厚で、でヒゲゼンマイもものすごく強くて、時間はやっぱりすごく合うんですよね。残念ながら悔しいけど残念ながら本当によく合いますなのでやっぱりそういう風に使っている人たちのまあその満足度がやっぱり高くて、で高い上にまあそういうような要素がいくつかこう重なると、やっぱりこれだけ人気が出るのではないかなと思います。なるほど。ちなみに R さんはロレックスお持ちですか？僕昔持ってたんですけど、もう売ってしまいました。昔は僕4本ぐらい持ってましたね。4本も、やっぱりこう何にも時計がわからない取っかかりとかの時はなんかとりあえずロレックスかなみたいなのもあったし、一回はめてみたいなっていうのもあって、で4本ぐらい持ってましたけど結局売っちゃいましたね。なるほど。それは初耳でしたありがとうございます。アルフさんからもう一つ質問がありまして、高級ブランドに携わる方たちから見たオリエントもしくは国産ブランド全般ってどういったブランドに見えますか？はい、基本的にはまあスイスとかまあ国産ブランドっていうの関係なく、まあ各ブランドにそれぞれターゲットを設定したりとか、まあ狙う位置づけですよね、どのこう位置で売るかとか、まあそういうことによって全部こう作り方だったりとか、まあ素材だったりとか、製造するプロセスが全然違うので、まあこう一概にどうのこうのっていうのは、なかなか一言では言い表しづらいんですね。でまあ基本的に僕個人としては生まれてくるものは全て価値があって、そこには全てまあ必ずいろんな理由付けがあるはずなので、まあ何とも言えないんですけど、ただどうなんでしょうね。こう日本人はすごくこう物を作るのは器用なんですけど、やっぱりこう工業チックになりがちというか、まあ国産のブランドはそういう感じのものがまあこれ感覚としてちょっと工業製品っぽいなっていうのが多いように感じます。で対してスイスのブランドにすると、まあこうちょっ
となんかこう色っぽいというか、なんていうんだろう、エレガントというか、まあそういうようなニュアンスのものが個人的には多いかなとは思ってます。でそれがなんで生まれるのかっていうのは、僕もよくわかんないんですけど、まあ歴史だったりその文化的な背景だったり、もちろんそのそれぞれの国の人が持ってる感覚だったりするのかもしれないんですけど、まあそういうふうに思います。ただ某国産メーカーさんのケースの仕上げはもうめちゃめちゃすごいと思います。もうスイスをもう凌駕している領域に僕はあるものもあると思うんで、必ずしもスイスのものがいいとか国産がどうとかっていうんじゃなくて、やっぱりその狙う設定だったり作るまあプロセスだったりがやっぱり全然違うものなんじゃないかと思うんですよね。だから良し悪しはまあ何とも言えないんですけど、ただ基本的に結構その優劣をつけるのが僕はあんまり好きじゃなくて、結局優劣をつけると必ず比較が生まれて、いいもの悪いものになるじゃないですか。だからそうなんですよ。だからこう同じものをこう同じ土俵に乗せていいものかどうかっていうのはまあ微妙なとこですね。特別の土俵として見ていただくのがいいんじゃないかということですね。わかりました。ありがとうございます。はい、では次のお客様、LINE でいただきました質問で、ドード様からのご質問なんですが、日本人の時計に対する求めるクオリティやチェックが世界一厳しいと聞きますが、どのように対応されていらっしゃいますでしょうか。はい、本当に日本のお客様結構皆さん厳しくて、でこれもスイスの本社の人間が来ても必ずみんな笑うんですね。分かってるよ、日本のそのお客様のクオリティチェックがとても厳しいことはよく分かってるよ。で中にはその世界のマーケットの中で日本が一番厳しいっていうはっきり断言する人もいますし、事実皆さん結構厳しい目で見られてます。ただそのどうしてもまあ作るものにもよったりもするんですけど、やはりそのクオリティをチェックするときには必ずまあ基準っていうのがなければ、要はそれこそいいものか悪いものかっていうのも弾けなくなるわけじゃないですか。だからある程度その基準っていうのをまず持ってチェックしてる。でその基準が大体こうスイスでよく言うのが目視30センチなんですね。30センチ離して目視で OK だったら OK。そう代理店の方もおっしゃいますね。だけど日本のお客様は歪みで見るんですよね。歪みで見るとまあまあだいぶあります。例えばだからご自分のこう指とかを歪みで一回見ていただいたりするといろいろ見えちゃうのと同じようにやっぱり時計もいろいろそう見えるんですよね。なので本当にそういうふうにこう対応を特別にするっていうのは実は非常に難しくて、でもちろんそのスイスから来てるものを何もチェックしないで市場に出すっていうことも基本的にはないので、まあスイスから来てるものも自分たちが見て、で実際目視30センチじゃなくても気になることは必ず本社に聞いて、でこれは日本ではダメだよって言ってまあ認めてもらえる場合もありますし、いやもうスイスのクオリティからすればこれは OK だからこれはダメだっていうこともこれはもう事実両方あります。でまあ結構本当笑い話で、もう日本が一番厳しいっていうのはスイスも分かってて、で日本からある程度戻ってくることも彼は想定してて、で結構この間まあ僕の知ってる本社の人間が笑いながら言ってたんですけど、もう日本でダメだったものをイタリア持ってくると売れるっていう、気にしない多分気にしないんですね。でそれぐらいでも日本の人は細かいっていうのを言うみたいです。なるほど、わかりました。インタビューの第1週目はいかがでしたでしょうか。私個人的には日本で弾かれた時計をイタリアに持っていくと売れるっていう笑い話、ちょっとした笑い話というか裏話が初めて聞く話でしたし、印象的で面白いなと思いました。イタリアと日本っていうのは何かこう一緒に比較されることが多いのかなって思ったのが、何年か前に近所の高校で経済評論家の方が見えて講演をされて、私はそれを見に行ったんですけど、その時も少なくともその時期は日本とイタリアと経済の状況とか国の借金状態とかと景気の良し悪しとか、そういう状況がすごく日本とイタリアとで似ていて、でもイタリアの方はとても毎日楽しく
陽気に過ごしていて自殺率も少ないと。一方で日本はすごくどんよりとした雰囲気で自殺も多いと。何が違うのかっていうお話を聞いたことを思い出しました。時計に関しても国民性が現れるんだなと思いました。もっと深く知りたいとかご質問などありましたら私の方にご連絡ください。また来週アップします。ご視聴いただきありがとうございました。